皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？お久しぶりですね。ごめんなさい。隣の家の犬が鳴いてるんですけど、早速始めていきますね。このポッドキャストが休暇から帰ってきてから初めてのポッドキャストになるので、今少し緊張しています。緊張というか、今までどういう風にお話ししてたか、ちょっと忘れてしまって、やっぱり2週間、3週間ぐらい動画を撮ってなかったら、ちょっと今までの感じとはまた違った話し方になってしまってるかもしれないんですけど、これを機にですね、少し、話し方を変えようと思ってます。どういうことかというと、私は今まで結構ね、ごめんね。犬がめっちゃ鳴いてるんだけど、私は今まで難しい単語とか、難しい文法とか、気づかないうちに結構ポッドキャストで使ってしまっていたかなって思うんですね。で、それを最近少し反省してて、はじめに優しい日本語でお届けしていますって言ってるのに、全然優しい日本語じゃないじゃんっていう感じになっちゃってたので、今日からはもう少し簡単な話し方でゆっくりお話しすることを心がけようと思います。これからはもっと聞き取りやすくなると思うので、よかったらまた楽しんでいっていただけると嬉しいです。そして早速本題に入っていくんですけど、最近とても暖かくなってきましたね。もう日本は冬も終わっていて、もう春ですね。すごく暖かい。昨日もお昼は20度を超えていました。なので、外をお散歩してても、ポカポカしていて、すごく気持ちいい季節です。で、春って言ったらやっぱり桜が思い浮かぶと思うんですけど、今の日本の時期は桜はまだ早い、まだ咲いていなくて、今は梅の花が咲いています。なので少しお散歩に行くだけで、もうすごく幸せな気分になれるというか、とっても温かい気持ちになるんですね。で、私はこの前まで休暇に行っていて、休暇って言っても海外旅行をしていたわけではなくて、国内旅行をしていました。国内旅行でもないかな。ずーっと家にいたわけではなくて、奈良県から少し離れた場所、海の近くの方に行っていたんですね。で、そこで、のんびりくつろいだ毎日を過ごしてきたんですけど、私は今まで休暇って言ったら海外旅行に行くことが楽しみになっていたんですね。でも今回は日本でゆったりしてきて、なんだか国内旅行でもこんなに非日常感を味わえる、ゆっくりできたり、リラックスできたり、他にも、少し私が住んでるところから1時間ぐらい離れた場所っていうだけでも新しい出会いがあったり、全然知らなかった日本のことを知れたり、他にもその土地で有名なご飯を食べることができたり、そんな風にたくさん国内旅行でも楽しめることがあるっていうことに気づいたんですね。で、今回休暇を取って本当にお仕事のこととか、毎日忙しいこととか、結構ね、悩みとかストレスもたくさんあったんですけど、でもそういうのを一回すべて忘れて、本当にリラックスするっていうことを目的にというか、本当にゆったり過ごしてたんですね、毎日。で、そしたら一つ気づいたことがありました。これが今日のポッドキャストのテーマなんですけど、何かというと、そうやって毎日忙しく生きること、そして、休暇とかでゆったりのんびりして過ごしたり、自分の好きなことをする時間ですね。この二つのバランスっていうのがすごく大切だなって思うようになったんですね。で、このバランスを両方大切にしていたら、毎日忙しい日々、忙しい毎日の中でも少し
自分のための時間を作る。こういう風にすることで、すごく幸せに毎日充実して過ごすことができるんじゃないかなって気づきました。で、タイトルにもある通り、今日は生きがいっていう言葉をお話ししていきたいんですけど、生きがいっていうのは多分聞いたことがある人もいらっしゃると思います。すごくね、世界中で、まあ、なんだ、有名な本、世界でベストセラーになった本があるので、生きがいっていう言葉を聞いたことがある人はいると思うんですけど、生きがいっていうのは人生に意味とか目的とか、そういうのを見つけることとか、毎日充実して幸せに生きるためのエネルギーみたいなものですね。エネルギーになるもの。これを生きがいっていう風に言います。日本でもよく使われる言葉で、あなたにとっての生きがいは何ですかとか、そういうふうに考える場面っていうのが、子供の頃からたくさんあったんですね。でも正直私は今23歳になって、やっと自分の生きがいを見つけることができました。なんか今までは生きがいっていうものがあんまりなかったんですね。もちろんこれをしていたら楽しいみたいなものはあるけど、それが生きがいかって言われると、そんなに大きいものでもないというか、胸を張ってこれが生きがいですって言えるものがなかったんですね。でもこうやって23年間生きてきて、新しい仕事を始めて、辞めて、そしてまた新しい仕事を始めて、いろんな人に出会って、たくさんお休みもして、ゆっくりして、そんな風にいろんなことを経験して、やっと自分の生きがいを見つけたんです。で、さっき生きがいっていうのは人生に目的とか意味を見つけることって言ったんですけど、これはちょっとね、ゴールとか目標とは私的には違うかなって思うんですね。ゴール、目標っていうのは自分がこうなりたいとか、こんなお仕事をしたいとか、そういう最後のものですね。これがゴールかなって思うんですけど、私にとって生きがいっていうのは、このゴールに向かうためのエネルギーみたいなもの。なので私にとって、ゴールに向かって進むためには、生きがいっていうものが大切なんです。なんか、これがあるから頑張れるとか、これをしてる時間すごく幸せだなとか、好きだなとか、そういうふうに思うことが生きがいなのかなって思ってます。でも今まで私はこういうふうに好きなこととか楽しいことっていうのが、それだけが生きがいだって思ってたんですけど、調べていたらちょっと違ったんですね。生きがいっていうのは4つのグループが重なり合ってできてるっていう風に出てきました。で、今日はね、この4つのグループについて、私の生きがいと一緒に、私の生きがいを話しながらお話ししたいなと思います。なので皆さんもぜひ、自分の生きがい、自分にとってこのグループは何だろう、そんな風に考えながら聞いていってもらえたら楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。で、まずこのグループ、何かっていうことなんですけど、一つは自分の好きなもの、そして自分の得意なもの、そして社会から必要とされているもの。で、四つ目が収入を得られるものですね。収入っていうのは皆さん働いたらお金がもらえますよね。これが収入です。この4つが重なり合ってできてるっていう風に言われてます。で、まず1つ目、好きなものですね。これは私は前々からすぐに見つけることができたというか、自分の好きなことがはっきりしていたんですね。私の動画を見てくれている人なら、私が好きなもの知ってる人たくさんいらっしゃると思うんですけど、まず映画を見ること、そして本を読むこと、あとは旅行することも好きだし、食べることも好きだし、そして私が飼ってるペット、犬との時間ですね。その子と過ごす時間、そういうのも自分にとって好きなものです。で、もうね、聞き飽きたっていうほど私は映画が大好きって
言ってると思うんですけど、今日はね、皆さんにお見せしたいものがあります。ちょっとだけ話が逸れちゃうんですけど、実は新しくプロジェクターを買いました。ちょっと待ってね。じゃじゃーん。プロジェクター買いました。これはね、すごく重たくて3.3キロあるんですけど、私はね、映画を見るっていうことが本当に生きがいの一つなんですね。映画がないと生きていけないっていうぐらい、大好きなことなんです。なので、この幸せな時間、自分の好きなことをして過ごす時間をもっと充実させようと思って、このプロジェクターを買いました。それだけちょっと皆さんにお見せしたくてお話ししちゃったんですけど、特に最近は90年代の、まあ、映画ですね。少し古いものにハマっていて、そういう自分が見たい作品の中から一つ選んで、最近は毎晩このプロジェクターを使って映画を見ています。今お話しした映画を含めて全部私の好きなこと。これが一つ目のグループですね。で、二つ目、自分の得意なことです。得意なこと。これがね、私にとってすっごく見つけるのに苦労したことなんですね。23年かかりました。見つけるのに。で、私は学生の頃からというか、小さい頃から自分にとって得意なものっていうのがなかったんですね。なんか胸を張ってこれが得意ですって言えるものがなかったんです。日本語では得意なものを特技って言うんですけど、小学生の時とか、あなたの特技は何ですかって聞かれることがよくあったんですね。なので私はいつも、私はお菓子作りが得意ですって嘘をついてました。もうそれくらい本当に自分にとって得意なものっていうのを見つけるのが難しくて、で、今でも正直胸を張ってこれが得意ですって言えるものがあるかって聞かれたらないんですね。でも得意になりつつものはある。いつかもっと得意になるかなって思えることはできたんです。で、それが何かというと、これですね。こうやって話すこと。自分の好きなこととか考えとか、そういうのを話すことで誰かに届けること。この話す力っていうのは結構得意になってきてる。自分にとっての強みになりつつあるんじゃないかなって思います。まだまだ完璧かって言われたらそういうわけじゃないけど、でも1年前の自分と比べたら自分の言いたいことをちゃんと言葉にして、皆さんにお届けすることができるように、なってきてるかなって思うので、今自分の特技は何かって考えたら、こうやって自分の思いを言葉にすることかなって思ってます。これが私の得意なことです。他にもこのお仕事を通して自分の得意なものが一つできたんですけど、続けることですね。ポッドキャストを続けることって、簡単なことではなくて、やっぱり、難しいんですね、結構。やっぱりたくさんアイデアを考えないといけないし、編集もね、したりして、結構そんな、なんだろう。やっぱり時間もエネルギーもかかるものなんですけど、これを1年以上続けることができるようになったっていうのもあるし、他にも仕事以外でも、ちゃんと朝早く起きることを続けてたり、体づくりですね。ダイエットをしたり、筋トレしたり、そういうのもちゃんと続けることができるようになった。これも自分の得意なことの一つだと思ってます。で、三つ目。次は社会から必要とされているもの。これはね、ちょっと難しいんですけど、社会っていうのは自分の周りですね。簡単に言うと、自分の周りの人たちですね。家族、友達、そして皆さん。みんな私にとっての社会なんですけど、例えば家族との関わり合いとか、友達の関わり合いとかもそうですね。これもこの三つ目のグループに入ります。で、皆さん
が私にとっての社会って言ったんですけど、これはどういうことかというと、皆さんが私に必要としているもの、私に作ってほしいものっていうのは、きっと YouTube の動画ですよね。ポッドキャストとかゲーム動画とか日本語の勉強になるもの、これが私が皆さんに必要とされているものです。なので、これがね、私にとっての生きがいの一つでもあるんですね。で、この必要とされているものっていうのは、4つ目のグループにもつながってきます。皆さんが本当にありがたいことにたくさんたくさんポッドキャストを見てくれたり、サポートしてくださったり、他にもオンラインレッスンを受けてくださったり、そういうふうにして私は、収入を得ていますね。お仕事として働いています。なので、この4つ目のグループの収入を得られるもの、ここに入ってくるんですね。で、こういうふうに、今言ったように3つ目と4つ目が重なり合いましたよね。で、これは3つ目と4つ目だけじゃなくて、1と2が重なり合って、2と3が重なり合って、こんな風に全部重なり合って一つの生きがいっていう風になります。なので、もちろん好きなことっていうのも生きがいだし、得意なことも生きがいだけど、皆さんが私のポッドキャストを見てくれて、私がそれに応えたい、皆さんのために働きたいって思うことも生きがい。そしてこのお仕事っていうのも生きがいなんですね。この4つが最近の私の生きがいを作ってくれているものです。で、私がなんで今日生きがいについてお話ししたかったかというと、やっぱり皆さんご存知の通り、私はあんまりその心の調子が良くない。もちろん最近は元気になってきたけど、やっぱり、100% 元気かと言われると、そんなわけでもないし、落ち込んじゃう日もあれば、自分に自信がなくなってしまって、生きてる意味がわからない。なんで自分が生きてるかわからないって思うようになってしまう日もあるんですね。でも、そういうふうに落ち込んでしまった時、自分の気持ちが暗くなってしまった時に、それでも頑張ろうっていうふうに、ちょっとポジティブな気持ちになれる。そのためにこの4つの生きがいっていうのが私にとって最近すごく大切だなって思うようになったんです。で、もちろんこの生きがいを見つけるっていうのは本当に簡単なことじゃなくてすごく難しいし、人によってペースも違います。私は23年間で見つけることができました。でも人によったらたった10年で10歳の時に分かってる人もいるかもしれないし、30歳、40歳、50歳になって分かる人もいるかもしれないし、もっと年を重ねてから自分にとって楽しいこと、趣味とか家族との時間とか、そういうのを大切だなって思えるようになる人もいるだろうし、これはね、人によってペースも違います。でも、ペースは違っていいと思うんですね。早ければ早いほどいいっていうことでもないし、遅いからダメっていうことでもない。ただ、自分のペースで自分の好きなことを見つけていくっていうのが大切だと思うので、皆さんにもこの生きがいについてお話ししたくて、今日はこのポッドキャストを撮ってみました。この4つのグループ全部見つけるっていうのはすごく難しいことだと思うので、まず一つ、例えば好きなものはすぐにわかるなっていう人は、これについて考えてみたり、自分が社会から求められているもの、友達とか家族とか、他にも、お仕事関係の人ですね。そういう人から、求められているこれをしてほしいって思われているもの、これが見つけるのが簡単だって思う人は、これを見つけていいと思います。なので、この4つの中、皆さんが一番見つけやすいものから少しずつ見つけていく。
そして見つけようって思ってなくても、これはね、きっといつか見つかると思うので、焦らずに毎日を大切に充実した一日を過ごしていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。では皆さん、今日はこんな感じで生きがいというテーマでお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？最後に少し一つだけお知らせがあります。で、これは何かというと、メンバーシップを始めました。YouTube でメンバーシップを始めたんですけど、これは何かというと、私もあんまりわかっていません。ちょっとどういう機能があるのかとかわからないんですけど、とにかくバッジと絵文字、ちょっと可愛いのを頑張って作ってみたので、もしね、私の YouTube をいつも楽しんで見てくれていて、サポートしたいなって思ってくださっている方がいたら、ぜひメンバーシップに入っていただけると嬉しいです。では皆さん、いつも本当に応援してくれてありがとうございます。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。